こんばんは、ゆうすけです。ここは新大久保駅の近くです。この辺りは日本最大のコリアタウンで、韓国語の文字で書いてある看板が多いですね。歩いてる人たちも日本語か韓国語で話しています。新大久保は最近ではいろんな国の人たちが住んでますね。完全に都会ですけど、正直言うと少し汚い街です。東京とか大阪では若い人が多いですけど、大都市以外では若い人は少ないです。どの国にも問題はありますけど、日本の一番の問題は高齢化でしょうね。世界規模で見ると、日本、イタリア、ドイツが高齢化社会です。高齢化の問題は、税金を払う人が減ってもらう人が増えること、それと人口が減ることですね。人類の歴史を人口が減ってるのに繁栄した国はありません。日本の人口は約1億2000万人。65歳以上の割合は 30%。なので4000万人が老人です。この割合は世界で突出しています。ただ人口統計から推測すると、これから多くの国が高齢化すると予想されています。その中で日本は世界で最も高齢化が進行している国として、どうやってこれを乗り越えるのか、多くの国が注目しているはずです。あるいは乗り越えられず、このまま日本が経済的に衰退していく可能性もありますね。動画の最初からネガティブな話題ですね。世の中はポジティブなことだけじゃないですからね。高齢化の問題は日本の会社で働くとなおさらそれを感じます。以前別の動画でも話したことがありましたけど、かつて日本には年功序列という制度があったんですね。年齢が高い人を優遇する制度です。今の日本では年功序列はすでになくなった制度ですけど、現実的には会社でも政治でも物事を決定する権利がある人は70歳以上が多いです。日本のルールはおじいさんおばあさんたちが決めてるんですね。高齢者が悪いとは言わないですけど、ネット関連の法律を作る場合は高齢者が中心では良くないと思います。
数年前の出来事ですけど、日本では USB が何かさえわからないおじいさんがサイバーセキュリティ担当大臣になって話題になりました。 PC を使わないのは最高のセキュリティですねって皮肉を言われてましたけど、本人はそれが皮肉だと気づかなかったみたいです。老人であることとか PC を使えないことが悪いんじゃなくて、日本ではびっくりするぐらい能力のない人が問題解決に取り組むポジションにいるってことが問題ですね。なんでそんなことが起こるかっていうと、どこの国でも似てると思いますけど、平等じゃないからですね。それでもなぜ日本が極端な衰退をしないかっていうと、間違いなく真面目な国民性だからですね。日本人はめちゃくちゃ真面目に働きますからね。みんなカルト宗教に洗脳されてるみたいに真面目に働いてます。そもそも問題解決っていうのはどれだけ状況を把握できるかで結果が変わります。どんな問題でも問題を解決するには状況を把握することが必要です。状況の把握ができないと適切な解決方法を見つけられません。たとえ過去に起こった問題と同じことが起こっても、その問題が起こった場所とか状況によって解決方法は違うからです。例えば自分の部屋で猫を20匹飼ってます。いや、猫を20匹飼ってるのは現実的じゃないかな。じゃあ例えば自分の部屋で水槽で熱帯魚を20匹飼ってます。そのうちの1匹が死んだらその1匹に何か問題があったと考えますよね。高齢だったのかもしれない、病気だったのかもしれない。でも20匹中15匹が死んだらその15匹に問題があったとは考えずに、水槽に何か問題があったとか、みんなが食べてる餌に問題があったとか、全体の環境を疑います。要するにその状況を見て原因を推測して、その後で解決方法を考えるのが正しい順番です。こんな感じで同じ問題でも場所や状況によって解決方法は違います。それができない人たちが日本を牽引しているのに国が衰退しないのは驚きですね。でも僕は日本にはその解決能力を持っている若い人がたくさんいると思います。時々若い人たちの経験不足を指摘する人がいますけど、
経験不足を指摘すると、若い人たちが排除されて高齢者だけに権力が集中するから、僕は政治と経済の分野では経験不足を指摘するのはナンセンスだと思ってます。実際政治より規制が少ない経済分野では若い人たちは活躍してますからね。僕は日本の若い人たちの問題解決能力を信じてます。もし日本に若いリーダーが誕生したら、その時は日本は良くなってきていると思っていいと思います。はい、今日の動画はここまでです。それじゃあまた。いやー、すごい。